皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。10月に入りましたね。今年は結構暑さが長引いていましたが、大阪も9月の下旬から徐々に朝晩が涼しくなってきました。秋はバラードの季節ですよね。と言っても私は一年中バラードを聴いているんですけれど、やはり夏の浮かれた陽気が去っていき、少し肌寒さを感じる季節が最も感傷的な気がしますね。さて今月のテーマは女性歌手です。前半はスタンダードなバラード曲、後半は R&B のバラード曲をカバーします。先月はずっとイ・ムンセ先生の曲をやっていましたが、今月は毎週それぞれ違う歌手の曲を紹介します。ドラマや映画の OST の曲もカバーする予定でございます。そして1週目の今日はチャンヘジンさんの1994년 어느 늦은 밤、1994年ある遅い夜という曲をカバーします。日本語でチャンヘジンと検索すると、パラサイトという映画で半地下に住んでいる家族のお母さん役を演じていた女優さんのチャンヘジンさんの方が日本ではね先に出てくるんですよね。で、同姓同名なんですけれども、今日紹介するのは歌手のチャンヘジンさんなので、このお二人は別人です。先週ピョン・ジンソプさんの曲をカバーした時に、ソン・シギョンさんの YouTube チャンネルで一緒に歌っていた曲ですよという話をしたんですが、実は今日カバーする曲もソン・シギョンさんの YouTube チャンネルでカバーされています。そして実は来週の曲もなんですよ。3週連続でソン・シギョンさん縛りとなりました。これは最初から考えていたわけではないんですけれども、この番組の視聴者さんにはシギョンさんのファンの方も多数いらっしゃるので、せっかくなら皆さんがご存知の曲を解説するのが面白いのかなと思って、裏企画としてシギョンさんカバー縛りというのを思いついたんですよね。ちなみにチャンヘジンさんは韓国でバラードの女帝と呼ばれている歌手なので、シギョンさんの YouTube での共演はですね、女帝皇帝デュエットということで非常に胸熱でございました。で、その後もシギョンさんのコンサートにチャンヘジンさんがゲスト出演されたりと、お二人は友好的なね、女帝皇帝関係のようでございます。チャンヘジンさんは去年10月にユン・ミンスさんの酒メドレーをやった時に、スリムンジェや酒が問題だという曲をカバーした時少し話題にしたんですが、今回は改めて基本情報からまた紹介していきたいと思います。チャンヘジンさんは1965年生まれの現在58歳でいらっしゃいます。というのを今回調べてちょっと驚きました。58歳にはね見えないですね。本当にお美しい方でございます。個人的には年齢を重ねることはそれだけ経験も増えることなので素敵なことだと思っているんですけれども、そろそろ私自身も実年齢より若く見られると嬉しいっていう年頃になってきたんですよね。で、医師って若いと経験が浅い印象になるので、診察室に入ってこられた時になんだ若い先生だなって残念がる患者さんもいらっしゃるんですけれども、最近はね患者さんからそういう反応があるとねちょっと嬉しくなってしまうんですよね。で、若いですか、そんな風に褒めてくださってありがとうございますみたいなね風にお返しして、別に患者さん褒めてないんですけれども、こちらはちょっとね若いって言われると嬉しい気持ちで診察が始まったりしますね。そんなちょっと話がそれてしまいましたが、チャンヘジンさんのお話に戻りますと、チャンヘジンさんは1991年27歳の時にデビューしています。比較的遅めの年齢でデビューされているんですね。そして今日カバーする曲1994年ある遅い夜はですね、1994年に発表された第3週アルバム Before the Party に収録されている曲です。このアルバムはキム・ヒョンチョルさんがプロデュースしているんですね。で、キム・ヒョンチョルさんも1990年代を代表するシンガーソングライターでありバラード歌手なんですが、
最近はバラエティ番組の覆面歌王の判定団として長く参加されていらっしゃったので、覆面歌王をご覧になったことがある方はキム・ヒョンチョルさんご存知かと思います。チャン・ヘジンさんは2001年に第6週アルバムを発表した後にアメリカのバークレー音楽大学に留学されているんですね。歌手としてのキャリアをスタートして人気も出た後に留学の期間も取っているということです。そして帰国して2006年に活動を再開するんですが、このあたりから以前ユン・ミンスさんの酒メドレーの時にお話しした内容につながってきます。バイブのアルバムで그 남자 그 여자、その男その女という曲をユンミンさんとデュエットして話題になります。でこの後2019年に13年ぶりにお二人がデュエットしたのがスリムンジェや酒が問題だというね、去年紹介した曲もこの年大変ヒットします。で最近2021年にはデビュー30周年を記念してご自身のヒット曲をセルフカバーしたアルバムリマインも発表されていてですね、長く第一線で活躍されている歌手です。では続いて今日カバーする曲、1994年ある遅い夜の話に入っていきます。この曲もチャン・ヘジンさんの代表曲の一曲で、いろんな歌手がカバーしている珠玉のバラード曲ですね。私は原曲よりも先にキム・ボムスさんのカバーで聴いたんですけれども、終始静かな曲調の中にメロディーのダイナミックな起伏があって、とても印象的な楽曲でした。この曲は作詞がキム・ヒョンチョルさん、作曲がキム・ドンリュルさんなんですね。女性曲にしては最初の出だしがすごく低くて、でも後半には高い音も出てくるので音域がとても広いんですね。静かな曲調の中に情熱を感じるメロディーラインで、まさにキム・ドンリュルさんらしい曲だと思います。チャン・ヘジンさんは息も歌として昇華する歌手と言われているんですが、これはブレスですら感情表現になる歌手という意味でしょうね。私も子供の頃にピアノの先生から空白も音楽なんだよと教わったことがあって、つまり演奏中に音が鳴っていない休符の部分でも音楽に集中しなさいという教えなんですが、チャン・ヘジンさんの曲の中でもまさにこの曲は空白の部分の感情表現を感じ取ることができて特におすすめなので、今回はこの曲を紹介することにしました。では続いて歌詞の内容紹介に入っていきます。この曲では別れを決心した時の気持ちが歌われています。夜遅くに大好きな恋人に向けて別れの手紙を書いている光景が浮かぶような歌詞になっております。では今日は1番の歌詞を紹介しますね。오늘 밤 그대에게今夜あなたに말로 할 수가 없어서言葉では伝えられなくて이런 내 마음 종이 위에こんな私の気持ちを紙の上に글로 쓴 걸 용서해文章で書くことを許してね。한참을 그대에게長い間あなたに겁이 날 만큼 미쳤었지怖いくらい夢中だったでしょう。그런 내 모습 이제는そんな自分の姿を今では후회할지 몰라後悔するかもしれないという導入部分ですね。そして次がサビの部分の歌詞になります。하지만 그대여だけどあなた다른 건 다 잊어도他のことは全部忘れても이것만은 기억했으면 좋겠어これだけは覚えていてほしい。直訳すると覚えておいてくれたら嬉しいみたいな感じですかね。내가 그대를 얼만큼 사랑하고 있는지를私があなたをどれだけ愛しているかを사랑하는지를愛するかをという歌詞なんですね。とても切ない内容ですね。でもナムウィキというサイトにこの曲の裏話が載っていて、なんとこの曲をレコーディングする前日にまだキム・ヒョンチョルさんは歌詞が書けていなかったそうなんですね。
でもそのレコーディングの日が作曲者のキム・ドンニュルさんが軍隊に行く前日だったそうなんですよ。なので歌詞ができてないからって言って絶対に日程をずらすことはできなくて、なんとか言葉をひねり出してその日に完成させる必要があったそうなんですね。そしてそのレコーディング当日の0時過ぎにできたのがこの歌詞で、本当に1994年のある遅い夜に完成した歌詞だったというね、逸話があるそうですよ。しかし締め切りに追われた状態でこの切ない歌詞が書けるっていうのはね、やはり天才だと思いますね。しかもチャン・ヘジンさんはレコーディングの当日に歌詞をもらってそれをそのまま当日歌ってね録音したということですから、やはり歌手の技術も本当にすごいなと思うエピソードでございました。では曲を聴いてみてください。チャン・ヘジンさんの1994年ある遅い夜という曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノ1本で作っています。この曲はただ歌うだけでも音域が広くて大変なんですけれども、息混じりの低音をゆっくりと1音ずつ発音するのでかなり集中力が必要で難しい一曲でした。原曲では最後に1994년 어느 늦은 밤というセリフが入ります。私はちょっと言葉を噛みそうで自信がなかったんで今回は入れなかったんですけれども、チャン・ヘジンさんがライブで歌うときはこの部分を2023年とかね、2023年ですね、このようにライブをやってる年に変えて歌ってくれるんですよ。で、最近チャン・ヘジンさんが私の大好きな Begin Again という番組に出演してこの曲を歌っている動画が公開されていますので概要欄に貼っておきます。この時もチャン・ヘジンさんが歌い始めた瞬間に会場の空気がガラッと変わってお客さんがチャン・ヘジンさんの歌に引き込まれていく様子が動画でも感じられます。ぜひご覧になってみてください。そして今日 YouTube に歌ってみた動画が上がるんですが、今回は岐阜県にあるメゾンドフルールさんという宿泊施設に撮影場所を提供していただきまして、スタジオライブのような雰囲気で撮影しております。いつもはねこのラジオを撮っている同じ部屋で撮影しているんですけれども、今回は緑色の壁をバックに歌っていますのでいつもとちょっと雰囲気が違う感じになっております。ぜひこちらもご覧ください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。